どうもリュウクです。今回はこのウェクスレイのカイルミニビジネスパックについてレビューしていきたいと思います。このアクティブパックをそのまんま小さくしたようなカイルというバックパックは登場してからすごく気になっていて、なんだかんだ開封するのが遅くなってしまったんですが、今回ようやく使うことができたので、実際に良かった点、気になった点話していきたいと思います。それでは行ってみましょう。それではまずこのバックパックについて簡単におさらいしていきます。ウェクスレイのカイルミニビジネスパックは容量が10リットルとコンパクトながら14インチまでのラップトップが収納できるパッド入りの PC スリーブ、さらにタブレットスリーブも備えたミニビジネスバックパックです。日常使いから通勤に最適なサイズで、素材には耐久性の高いコーデュラバリスティックナイロン1680デニールのものが使用されています。中の裏地は150デニールのポリエステル、YKK 製のコーティングジッパーなど小さいながら高い堅牢さを実現しています。用途としてはガジェットの収納だったり、タブレットや書籍、書類なんかの収納、小型のボトルの収納、トラッキング用のエアタグの収納なんかが可能な設計になっています。特徴的なハニカム EVA フォームのパネルだったり、灼脱が可能なマグネット式のチェストストラップ、合成の高いショルダーハーネスなど、ウェクスレイのミニマルなデザインだったり、機能性をそのままにギュッと小さくした高機能かつ洗練されたバックパックになっています。レビューに入る前に、このアクティブパックのどこがオミットされているのか、機能的に省略されているのかっていうのを簡単におさらいしておきます。まず分かりやすいのがこのサイドハンドル、これは省略されています。特徴的なこのハーネスについているファスナーポケットはハーネス自体かなり細くなっているので、機能性を適切に保つために省略されています。あとはこのトップハンドルの下に隠れているトップポケット、こちらも省略されていて、内側でいくとこの蓋側に位置しているメッシュポケット、これもなくなっています。細かくはもっといろいろ変わってる部分があるんですが、大きく変更されているのはこんな感じです。それではこの小さいバックパックカイルを実際に使っていて良かったなって思った点について話していきます。まず最初は圧倒的なコンパクトさです。 EC サイトで見た時よりも手に取った時の方がすごく小さいなっていう風に感じました。このアクティブパックと比較するとわかるんですが、二回りぐらい小さくなった、そんな印象があります。このフロントポケットをガバッと開けていろいろ収納できるタイプのテックパックと呼ばれるものに関しては、どの製品も比較的大きいものが多い印象です。そんな中でこのカイルはこのフロントテックコンパートメントを備えた PC スリーブ、タブレットスリーブが充実したこのデザインにおいて、ここまで小さいものを出してきたっていうのはすごく面白いなというふうに感じました。実際背負ってみるとかなりコンパクトなことがわかると思います。さすがにここまで小さいと物が入んないんじゃないかなって感じると思いますが、人によってはパソコンだったりちょっとした書籍だけを持ち歩ければいい、そしてバックパックスタイル、ショルダーではなくて両肩にかけるスタイルで負担を軽減したいっていう人もいると思うので、そういう人にとってはかなりベストな選択肢になるんじゃないかなって感じました。次に良かった点がボトルポケットがあるという点です。まず最初に驚いたのはこのサイズ感なんですが、次に驚いたのがこのサイズ感にもかかわらずちゃんとボトルポケットが搭載されているという点です。こういった小型のバックパックを作るときにここの横幅が足りなくてこのボトルポケットを省略してしまうっていうケースは結構ありますし、こういったミニマルなデザインのバックパックにおいては外側にそもそもボトルポケットがないものもかなりあります。この大きいサイズのアクティブパックにおいてかなり特徴的だったこのボトルポケットを小さくしてもなおそのまんまここに搭載しているのはすごくいいなって感じます。最初はこういった折りたたみ傘程度しか入らないんじゃないかなって思ったんですが、ここの入り口の部分がゴムで伸びるようになっているので 500ml のペットボトルであっても収納することができます。次に良かったのがこのトップハンドルです。これは一見アクティブパックと同じ仕様なので別に変わらないじゃんと思うかもしれないんですが、トップハンドルの背面側に注目するとここに新たなフックが追加されていることが分かります。ここにフックが搭載されていることで、例えばバックハンガーなんかをかけた時にここの中央のハンドルにかけてしまうとこんな感じにデスクに引っ掛けた時にメインコンパートメントもしくはこのフロントコンパートメントどちらかにしかアクセスできない、もしくはしにくいという状況が発生するんですが、こっちの背面側にフックがあるおかげで
こんな感じでかけることができます。こうするとメインコンパートメントとフロントポケット、デスクに引っ掛けた状態でも両方のポケットにアクセスすることができます。あとはオフィスとかトイレとかでフックがかけられる棒が壁から突き出てることがあると思うんですが、そういう時もここにフックがあると、このトップハンドルまで通そうとすると結構長さが必要なんですが、ここだったら簡単に引っ掛けることができるので、こういったバックパックを床に置いたりとかするのがちょっと衛生的に気になるなっていう人は、ここのフックはかなり嬉しいポイントなんじゃないかなって思います。あとはこの真ん中にハンガーとかを引っ掛けてしまうと、かなりこのシルエットが崩れやすくなってしまうんですが、この中央のフックは付け根がこの真ん中に来てるので、カバン自体のシルエットを崩さずに固定しておけるっていうのもすごくいいなって感じました。次の良かったポイントが、このハーネスの付け根がこの位置に来ているので、重心が少し上に上がっているという点です。アクティブパックと比較すると分かるんですが、こちらはハーネスの付け根がこのバックパックのちょうど角に当たる部分に縫い付けられています。一方で今回のカイルはこんな感じでバックパック背面の途中の部分でハーネスが縫い付けられているので、背負った時に肩に対してバックパックが少し上側にせり上がっている状態になっています。この縫い付け方は個人的にかなりメリットがあると感じていて、もちろんバックパックの重心が上に上がることで肩にかかる重量の感覚がかなり軽く感じるっていう点もありますし、あとはこのカバンの角の部分というのはいろんなものが縫い合わされているかなり重量のかかる部分なので、このカバンの縫い合わせの部分とハーネスの縫い合わせの部分を分けていると、強度的にもかなり信頼性が高くなります。それに加えてこのハーネスの付け根の部分はナイロンテープとバータックでちゃんと補強されているので、同じ形のバックパックの中でもかなり長く使える部類なんじゃないかなって思います。次に良かった点が自立するという点です。今このバックパックの中身は全く空の状態で、この下の部分も特に重くなったりしてない状態ですが、かなり安定して自立するのがわかると思います。この自立性はこの背中側とフロント側両方に芯材が入ることによって、ここの足がかなり安定するというのがあって、この底面素材自体が硬いパネルのようになっているわけではないんですが、この面とこの面で足のように支えているので、結果として安定的に自立させることができます。エイブルキャリーの13デイバッグだったり、アルパカのメトロバックパックなんかは結構流線的なシルエットであんまり自立性が高くないので、その意味で言うとこのサイズのバックパックでかなり安定して自立するというのはすごくアドバンテージだなというふうに感じました。ちっちゃくてもちゃんと自立するバックパックを探していた人にとってはかなり有望な選択肢なんじゃないかなって思います。ここまでがこのカイルの良かったなって思った点でした。ここからはこのカイルを使っていて少し気になるなと思った点について話していきたいと思います。まず最初の気になった点が、ここのフロントの一番上にファスナーがあるんですが、このファスナーが結構邪魔だなっていうところです。というのもこの一番上のポケットって結構イヤホンだったり iPod みたいなすごい小型のデバイスがすんなり入る一番アクセスしやすいポケットではあるんですが、ここにファスナーがついているので結構入れる時に干渉してしまうんですよね。大きいサイズのアクティブパックはどうだったかというと、サイズが大きい分ここにかなりマージンが取られているのでそんなに気にならなかったんですが、全体が小型化されたことでこのポケット同士のマージンがかなり狭くなっています。もちろんこのねファスナーポケットを真ん中にしたりとか、あと開けっぱなしにするみたいな工夫をすれば全然使えないことはないんですが、この辺の使い勝手は小さくしたことによって確実に下がっているなというふうに感じました。次の気になった点がこのメインスペースがめちゃくちゃタイトであるという点です。想像して分かる通り、このフロントポケットとメインスペースのここの体積はかなり食い合っています。このフロントポケットはすごく便利なのでいっぱい物を詰めたりとか、ここに太めのガジェットを入れたりしちゃいたいんですが、それをしてしまうとこっち側の体積がかなり狭くなってしまいます。もちろんここのパネルには芯材が入っていて、この細かなポケットとメインスペースの小分け収納ポケット、これは同じ板に両面から縫い付けられているようなそんなイメージなので、こちらのフロント側にたくさん物を入れてしまうと、このメイン収納の方のポケットはかなりパツパツになって、開いたとしてもすごく手が入れづらいみたいな状態になってしまいます。
さらに PC コンパートメントとタブレットスリーブ、ここにも PC が入ったり書類とか本とか、ここにパンパンに物が詰まっている状態だとメインスペースはほとんど何も入らないような状態になってしまうので、ポケットがたくさんあるからといって全部に物を入れられるというよりは、こっちを使ったらこっちがあまり使えなくなって、こっちを使うとこっち側の使い勝手が悪くなるみたいな、そういったトレードオフが発生する仕様になっています。ちょっと極端ですが、こんな感じでね、物をぎゅうぎゅうに詰めてみて、ここを閉じてみるとこんな感じで、かなりこのメイン側に湾曲して侵食してきていることがわかると思います。ここにさらにね MacBook Pro みたいなラップトップを入れたりなんかすると、もうほとんどここには手が入らなくて、ファスナーをここの下まで開ければようやくグッと開くかなっていうぐらいで、アクティブパックみたいにちょっと上をこう開けて物をパッて取り出したいみたいな、そういう使い方が結構難しい設計になっているなっていうふうに感じました。次の気になった点は、ここのボトルポケットもめちゃくちゃタイトであるという点です。先ほどこのボトルポケット 500ml のペットボトルであっても入るよって言ったんですが、入れるのは結構苦労します。出すのは簡単ですが、こんな感じで両手を使わないととてもじゃないけど入らないっていう感じです。ボトルポケットが活躍するシチュエーションとして、こんな感じで片方だけハーネスをかけた状態でさっと取り出すっていう場合があると思いますが、逆にここに入れる場合は結構グッと力を入れたり両手を使って引き伸ばしてボトルポケットをねじ込むみたいなことをしないと入らない印象なので、13とか大型のバックパックのボトルポケットみたいな、こうスッと入れてスッと取り出せるみたいな、そういう用途を想像している人にとってはちょっと苦労するかもしれません。あとはここのボトルポケットのタイトさは、中のものがいっぱいになればなるほどどんどん狭くなっていくので、ここも注意が必要です。次の気になった点は、この背面側のサイドポケットがほぼ使い物にならないという点です。使い物にならないというのは少し盛った表現ではあるんですが、大きめのアクティブパックに比べてこのサイドポケットがこう中で重なっている面積、片方のポケットのほとんど半分以上が反対側のポケットと重なってしまっています。このバックパックはただでさえ小さいので、 PC だったりいろんなガジェットを収納していくと、ここのポケットがどんどんタイトになっていきます。さらにここのポケット自体も重なっているので、ここの両方に物を収納しようとすると、このバックパックの中央がかなり膨れ上がってしまって、手を入れるのがやっとという状態になってしまいます。とは言っても、このサイドポケットはあるとないとではかなり使い勝手が変わってくるので、使う方左右どちらか片方だけに決めて薄型のものだけで運用するみたいにすればかなり快適に使いはするんですが、両方ポケットがあるからといって両方にいろんなものを詰めていくとすごく使い勝手が悪くなってしまうので、ここはかなり使い手の工夫が必要な仕様だなっていうふうに感じました。以上がこのカイルの少し気になるなと思った点でした。全体的にはね、待ちに待ったバックパックだなっていう印象です。このデザインというか、このフロントでねいっぱい小物を小分け収納できるっていう形で、このサイズのバックパックってずっとなかったんですよね。エアとかのバックパックは結構ちっちゃめですが、それよりももう一回りぐらい小さいので、女性であったり13インチのラップトップを常に持ち歩いていて、あんまり大きいバックパックいらないよっていう人にとってはすごくいい選択肢なんじゃないかなっていうふうに感じました。とは言っても、このサイズでこの形のバックパックがあまり出ていないっていうのも、理由は理解できて、やっぱり本来使い勝手のいいはずの機能が使い勝手が悪くなってしまっている印象がかなりありました。僕が実際使う中でも手に取る前に想像していた使い勝手とはやっぱりちょっと違うなっていうふうに思います。カバン自体のサイズが小さいので、普通に物を詰めていくとすぐにパンパンになってしまいます。そしてパンパンになってしまうとどんどん使い勝手が悪くなりやすい、そんな傾向があるので、このバッグを手にした人は最初もしかしたらすごく使いにくいな、後悔したなっていう風な印象を持ってしまうんじゃないかなって思います。ただそれはこのバックパックに対してあまり機能をオミットせず省略せずに最大限盛り込んだっていう証拠にもなっていて、最初に述べたこのアクティブパックからこのカイルになって省略された機能、僕的にはほとんどないなっていう風に感じました。結構頑張って実装してきたなっていう印象です。普通に考えたらもうこれも全部削ってしまおう、そして小さくして容量も最大限活用してっていう風に考えるところを、なるべく機能は削ぎ落とさずにサイズだけ小さくするっていう努力がすごく伝わってきました。もちろんその弊害として使いこなすのがかなり難しいっていうのはあるんですが、例えるならすごく小型でしかも超ハイスペック、そういうマシーンみたいな
そんな印象のバックパックです。なのでこのデザインならこういう風に使えるだろうっていう風に安易に想像して使おうと思うと少し使いにくいんですが、この特性をちゃんと理解してしっかり使い込もうという覚悟がある人にとってはすごくマッチするバックパックなんじゃないかなっていう風に感じました。自分なりの荷物量に厳選してこのバックパックを使うために自分の持ち物を最適化する、そういう使い方がすごくマッチするんじゃないかなって思います。以上になります。こんな感じでこのチャンネルではバッグのレビューであったり日々に役立つ情報を発信しています。 YouTube メンバーシップでは僕の自社ブランドノーマンズギアの新製品の進捗情報であったり僕の使ったバックパックを次の人に譲渡するセカンドオーナー制なんかを特典として用意しています。気になった方はぜひ概要欄からチェックしてみてください。X、Instagram、TikTok、ポッドキャストも配信しています。ぜひフォローお願いします。最後にこの動画が面白いと思った方はグッドボタンとチャンネル登録、通知登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。